どうも皆さんこんにちは、あきやです。2026年最新版ソニーのカメラ、今買うならどれを買うべきか徹底的にね皆さんに解説していきたいと思います。じゃじゃーんということで見てください。ソニーのカメラも気づけばめちゃくちゃ買ってて、もちろんね今撮ってるカメラも全てソニーのカメラですよ。今ソニーのブラーノというねシネアルタシリーズのカメラで撮っていて、でこっちですよ。はい、こちらは FX30 というねシネマラインのカメラ、そしてこの上ですね、この子、これは FX3 で撮影しています。そしてここにもねまだまださらにあるといったところで、僕はねソニーのカメラ、長年使ってきておりまして、仕事であったりとか趣味とかね、あとは今会社でねいろんな映像を作ったりとか、この YouTube チャンネルも20万人とかをね超えてくる結構な規模なねチャンネルになってきて、もうほぼ全てをねこのソニーカメラで使ってきているので、もうめちゃくちゃ理解してるし誰よりも使ってきてる自信があります。なのでね今回はもう2026年最新版としてソニーのカメラ、今買うならこれがいいんじゃないか、このカメラはこういった用途に向いていて、このカメラはこういった時にはちょっと使いづらくてとかもめっちゃはっきりありますので、ちょっとぜひねソニーのカメラを購入検討してる方に、役に立てたらなと思って動画をね回しております。で今回ね結構長くなってしまうと思うんですけれども、 YouTube 上にあるねソニーのカメラを解説しているものの中でどこよりも誰よりもね一番分かりやすく、そして一番ね情報を詰めた状態でねお送りできるかと思いますので、少し長いとは思うんですがチャプターもね用意していますので、ぜひねご自身に合った内容を確認してもらえたらなと思っております。で後からね何回でも見返せるようにね、いいねとかで保存しておいていただければよりねいいかなと思っております。ということで皆さんね早速やっていきましょうか。まずはですねソニーのカメラがそもそも人気な理由について、さらっとねご紹介しておこうと思います。カメラっていっぱいいろんなメーカーがあるんですよ。僕もねたくさんのねカメラのレビューとか出してると思うんですけれども、そもそもソニーのカメラがね人気な理由としては、まずはラインナップがめちゃくちゃあるというところですね。もう本当にね初心者からハイアマチュアとかもうプロとか業務用途とかね、今撮ってるカメラだってブランドっていうもう映画とかを撮影するようなカメラですかね、Netflix とかね、そういったところまでもめちゃくちゃ幅広いからステップアップしやすいところもありますし、あとはソニーユーザーが非常に多いのですごく情報もある、YouTube とかで検索をしてもソニーのカメラの使い方とかね、僕もソニーのカメラのチュートリアル動画だけでこれだけ出していますから、やっぱり情報が多いっていうところは購入した後にもすごくねわからないことがあれば検索をしたらねすぐ情報にアクセスできるという、そういった強みもありますよね。であとはねレンズのラインナップが豊富すぎるんですよ。ここにもねちょっといくつかレンズをねちょっと置いてはいますが、レンズがねソニーさんほんとバケモン多いんですよね。もう何十本とかあって、僕もねもう30本ぐらいあるかもしれないんですけれども、レンズがいっぱいあるのでもういろんな表現ができると、そういったところも非常に強みになってきます。であとはねソニーのカメラというのは基本的に小さく軽いですね。他のメーカーも最近はだいぶと小型化できているんですが、こういった感じでカメラ1個持ってもね結構小さくて軽いんですよね。そういったところがね結構選ばれるね理由かなと思いますので、そういった感じなんだっていうところをねまずは押さえておいていただければなと思っております。ということで早速見ていきたいと思うんですけど、まずねソニーのカメラを見ていくにあたって2つ大きなね違いがありますので、そこから解説をしていきます。フルサイズが APS-C 化であるというところですね。ソニーというのは2つのセンサーの大きさのサイズのものを販売しています。1つが APS-C センサーですね。これが APS-C センサーというねサイズになっておりまして、でもう1個がフルサイズと呼ばれるこのねセンサーのサイズの大きさですね。いかがでしょうか。全然サイズ感違うと思いませんかね。この2つの2通りのセンサーのねサイズの大きさがあります。センサーというのはカメラが光をね受光するセンサー、面積になります。なのでセンサーのサイズが大きければ大きいほど光をより吸収できるので背景がボケやすかったりだとか、あとは暗いところの撮影のシーンもすごくね綺麗に撮れるというような特徴があります。ただその分、若干比べてみると一回り、フルサイズセンサーの方がちょっと大きいカメラになっている気がしませんか。どうでしょうか。こういった違いもあったりとか、あとはレンズのサイズも大きくなりやすい、フルサイズの方がね。であと価格もそれに伴ってフルサイズの方が高くなりやすいというようなことがあります。でちなみにソニーのカメラすごくいいところが、例えばこれね APS-C 用のレンズになるんですが、ソニーのカメラってどのねレンズを使うこともできます。基本的には E マウントのレンズを使えば、これ APS-C センサー用のものですがフルサイズも使うことができますし、例えばこういったフルサイズ用のねレンズのものとかも APS-C カメラにつけて、撮影することができますので、動作もね全く問題はありません。なので、レンズは別にね何でも使えるっていうのがあるので、こういう風にね変わってくるっていうことをねまずは覚えておいてください。では続いてはソニーのカメラのシリーズラインナップですね。ここもね整理した方が絶対ね分かりやすいので、まずここも見ていきましょうか。まずねソニーっていうのはアルファというね、アルファっていうのが一応ミラーレス一眼っていうもののシリーズになっていて、で動画撮影用向けのものはねシネマラインというものがあったりしますね。で基本的にはアルファっていう
っていうねシリーズが、ソニーのね今の定番になっていて、α7 って皆さん聞いたことあるでしょうか。まさにねこういったカメラですね。はい、これが α7 のねシリーズになっていて、ちょっとシリーズごとにね紹介していきます。まず α7 ですね。7の後に何もついていないもの、これがスタンダード、ベーシックと呼ばれるものになります。例えばこの α7-4 とか7-5、7-3とかそういったところですね。これはね写真も動画もね両方万能にねスタンダードに撮りやすいっていうようなね意味合いがあって、あとはねこちらですね、迷ってる方多いと思うんですけど 7C シリーズですね。これは 7C2 というモデルになるんですが、この 7C の C はコンパクトの C なんですね。なので軽量コンパクト、はい、なのですごく小さいんですよ。同じ7シリーズと、はい、比べてもベーシックなものと比べてもこんな感じで、基本中身はね7シリーズのスタンダードと同じ感じになるので、でもね、小型軽量を優先したというシリーズになります。で他にもα7S3 というね、低画素高感度モデルというものがあって、これはね画素数が結構低いんですよ。例えば S3 とかって1200万画素ぐらいしかなくてですね、画素数を下げることによって高感度で、低ノイズで高ダイナミックレンジをね実現してるんですけれども、この FX3 ですね、これが同じねセンサーだと言われてるんですけど、すごくね綺麗な映像が撮りやすい、写真撮りかは結構どっちかというと動画で使用されることが多いんですけど、画素数が低い分夜でもこんなにもね綺麗に撮りやすいっていうような特徴があったりしますと。でその逆ですね、α7R シリーズっていうのもあって、これリゾルーション高解像のねリゾルーション R というねものがあるこの 7R シリーズですね。例えば 7R5 っていうのは約6100万画素もありますので、こう拡大してもね画素数が残ってるというようなね特徴があったりしますので、こう結構対極なねモデルとしてこういったものがあります。で他にも α9 シリーズっていうのがあります。この α9 シリーズっていうのはスピードモデルですね。より高速連写とかより速くね被写体を捉えたり時に使いやすいね、センサー構造とかも結構違くてグローバルシャッター方式っていうね、結構もう本当に高速なものをね歪まさずにね撮ることができるみたいな感じがあるんですけど、これは結構プロの方が使うんですけど、こういったものもあったりしますと。でそんなねソニーの α シリーズの中の頂点というかね、フラッグシップとして一つあるのがこれですね、α1 というねモデルになっています。この α1 シリーズがソニーのね、現在の、一番この技術をね集大成に指しているようなものといっても過言ではない、フラッグシップモデルっていうものが展開されています。価格もね大幅に変わるんですけれども、センサー構造も積層型っていうものでね、よりこう高速なものも撮れるし、画素数もすごく高いし、動画もバリバリ撮れたりとか、連写とかね高速な撮影っていうのもほぼ全てに対応できると。で作りもめちゃくちゃいいみたいな、そういったねモデルの違いがあったりしています。で他にもこれだけじゃなく、α6000 シリーズっていうのがあったりしますね。α6300、6400とか6700とか、この6000シリーズっていうのが APS-C 機になりますね。であとはさっき紹介した ZV シリーズですね。はい、こういった Vlog カムと呼ばれるね動画撮影に特化したものがあるんですけど、こういったね Vlog カメラ ZV シリーズっていうのも一応ね α の中に入っていたりしますと。であとは、先ほど紹介したこのシネマラインシリーズですね。こちらはどっちかというと Vlog のね動画を趣味として撮影するっていうよりも結構業務として撮影できるぐらいいろんなね構造がね施されているような、そんなねシリーズになっています。であともう一個だけ一つここもねぜひ押さえておいてほしいことがあって、画像処理エンジンですね。ソニーのカメラってこのシリーズは違うっていうのがあると思うんですけど、世代もあるんですよ。簡単に言うと第1、第2、第3、第4世代までね最近は来ました。まず第1世代のビヨンズっていうね、画像処理エンジン、プロセッサーっていうのがあって、これはね2006年ぐらいにね登場したようなものになっていて、これは α100 みたいなね、カメラになるので、ちょっと僕ももう使ったことがないぐらいのねものになっています。でその次にビヨンズ X ですね。これが2013年から始まったもので、これがね、僕がカメラを始めた時すごく盛んだったものですね。例えばソニーの α7-3 というね、カメラに搭載されていたり α7C とかもねこの辺に当たりますね。で第3世代この XR、 ここがミソです。2020年に発売開始になったこのビヨンズ XR というね、画像処理エンジンを搭載されているカメラ、これ以上が僕はおすすめです。ここでバッツリとね結構分けたいんですよ。それがね、当時の α7S3 とか α1 とか、あとはねこの α7-4 とかもこのビヨンズ XR をね、搭載したようなカメラになっています。このビヨンズ X と XR がかなり違くて、もう色味のね質感であったりとかスキントーン、人のね肌色も全然違うし、あとはメニュー構成もね結構刷新されてめちゃ使いやすくなってるんですよね。このエンジンがねここできっぱり分かれるので、ここがね非常に選ぶにあたってだいぶとね操作感とか出てくる写真とか動画っていうのが大きく違うと思ってほしいなと思います。でね、今2026年じゃないですか。そうです、去年の年末にね、さらに1個
新しい第4世代の Beyond XR2 が出ましたね。それが今紹介した7 4の後継機のこちら7 5になります。これが Beyond XR2 のね最新のエンジンを搭載していて、正直確かにね色とか違うんですけど、僕はねもう XR で十分だと思うんで、正直そんなここで死ぬほど悩まなくていいと思います。もう予算とか、あとはレンズね他欲しいものがあればそっちをね優先したらいいかなと思います。であと補足としてね Beyond XR が出て Beyond XR2 の間にねなんか1個他のねちょっと重要ポイントが増えてて、それが AI プロセッシングユニットっていうものになるんですけど、それはねちょっと AI 技術をね用いたオートフォーカスとかがすごく速くなるみたいな機能で、これがねあるないというのも結構大きな違いにはなるので、ちょっと後ほど紹介するので、こういったものがあると感じていただければなと思います。ということでそれらを踏まえた上で実際のね僕のおすすめのカメラと、そして、それぞれがねどういった違いがあるかっていうのをねご紹介できればなというふうに思っております。まずはね用途別として写真向けのねおすすめカメラからやっていきましょう。写真撮影をするならこれがいいんじゃないかというところですね。まずはですね α6400 というカメラになります。はい、これがね、一番安く始めやすいかなといったところですね。ちょっとねこれ今手元にはないんですけれども、これはね Beyond X、画像処理エンジンが先ほど言っていたものの1個前になります。なので 100% お勧めしやすいかって言われたらやっぱり最新のものをお勧めしたいんだが、最近のカメラやっぱちょっと高すぎてどうしても価格というところでこれがね一番魅力的かなと思います。価格がまず11万円ぐらいで11万円で買えるというところで APS-C センサーではあるんですが、画素数も2400万画素あるし 4K の30フレームで 4K 動画も撮れたりしますから、普通に使う分にはね全然これでいいんじゃないかなと思います。で何よりもねすごい小型軽量のコンパクトなカメラになっているので、とりあえず写真をね楽しんでみたい、カメラを始めてみたいという方にはすごく、進めやすいカメラになっています。ただ注意点もいろいろとありまして、まず手ブレ補正がないっていうところで、特に動画を撮るときはすごくブレやすかったりします。写真だとねシャッタースピードを上げていけば撮れるっていうのがあるんですけど、動画っていうのは顕著にね手ブレっていうのが目立つじゃないですか。みんながね普段使ってるこういった iPhone とかって手ブレ補正めちゃくちゃ優秀なんですよ。すんごいね手ブレ補正機能が入ってるので、動画撮ってもブレてる感じがね最近は全然しないんですけど、カメラってやっぱまだまだね割と技術頼りなとこもあるんですよ。最近のカメラはすごくいいんですけど、でもその手ブレ補正が入っていないので特にね、動画難しいかなと思うので、どっちかっていうとやっぱ写真向けでねぜひ使ってほしい1台かなと思います。はい、というわけでそれではね続いてはこちらですね、2つ目じゃじゃん、α7C2 というカメラになりますね。これねめちゃくちゃ気に入っています。これはですねフルサイズカメラになっておりまして、画像処理エンジンは Beyond XR になります。なので、映像とか写真とかもう最新のねカラーで、楽しむことができて、操作性も非常に優れていますと。でこの α7C2 というのは AI プロセッシングユニットというものが入っておりますので、これがねやっぱり非常に優秀で、フォーカス性能がねもう本当に速いんですよ。もう人物とか動物とか鳥とか飛行機とかね、もういろんな被写体をもうこれが検出をして、めちゃくちゃ高精度にね、もうバチンと瞳にね食らいついてね、写真や動画を撮ることができる、そんなねカメラになっています。でやっぱりねすごくコンパクトなんですよね。もうこの片手でね持ててしまう、フルサイズでこの小ささっていうのはやっぱ他社のカメラを比べてもここまで小さいのはほぼありません。本当に小さくて、でしかもグリップがねちゃんとありますので落とす心配もないと。あとはねファインダーがついていますので、こうやってねしっかりと覗いて写真をね撮影することができる。ここもね本当に撮影が楽しくなるような、そういったところの魅力になっています。でさらに手ブレ補正機能もね入っているので、写真も動画もねそんなにブレずにね撮影ができたりとか、もうねこれはね本当僕も去年買ったんですけど、マジで超絶満足してるカメラですね。よかったらねレビューの方も出してるので、ぜひ見てもらえたらと思うんですけども、このレビューも10何万とか回ってるんで、やっぱねみんなすごい注目度が高いんですよね。そんなカメラになっていますと。でこのカメラでね撮れる写真はもうこんな感じで、もう一旦これでいいじゃないですか。やっぱりちゃんとカメラとしての写真をね楽しむことができると思います。やっぱり明らかにねスマホじゃ撮れないような写真や動画をね撮影することができると思いますし、やっぱりねフルサイズっていうのがいいので、背景がボケやすかったりとかね、でフォーカスはねもう素人でも絶対に合うみたいなぐらいになりますので、もう本当にね失敗しにくいカメラでもあるかなと思います。で一応ね価格は27万円ぐらいと、やっぱ安くはないよね、すごく高い価格ではあるんですけど、ソニーの最新のね本当にいい色とか、操作性を楽しめるというところで、フルサイズで軽さっていうところで 7C2 買わんかったよかったっていう人ねなかなかいないんでめちゃくちゃ満足度高いねカメラだと思いますので、興味の方はぜひね、見に行ってみてください。ということでね、写真向けのおすすめのカメラ3つ目になるんですけれども、それがですねこちらでございます。
ソニーの α7 IV というカメラになっております。これはね、最近出た α7 V のね、1個前のモデルとして、僕はやっぱこれが全然まだまだおすすめですよというところで紹介していきたいです。これはね、正直簡単に言うと 7C2 と中身が一緒です。さっきこっちに出て、その後にこっちが出て、ほぼ中身同じです。はい、ただ1個だけこのね 7C2 と違うところがあって、 AI プロセッシングユニット言ってたAI プロセッシングユニットですね。その AI のねユニットが入っていないので、フォーカス、オートフォーカスとかは7.4がね、やっぱ劣ります。7C2 と比べて。これは結構大きく差が出てきます。ただ画像処理エンジンは BeyondXR だったりするし、7C2 も7.4もですね、画素数は3300万画素あるので、やっぱりね、ちょっと解像度がすごく高いという特徴があったりします。で、動画撮影もね、4K60 フレームでできるので、もちろん動画もね、それなりに撮れるというね、カメラにはなっています。で、このカメラもバリアングルモニターになっていて、7C2 と違うのは、ここのね、メディアカードが SD カードが2枚入れることができるし、あとは CF エクスプレスっていうね、こういったカードを入れることができて、より高速なデンター転送も可能になるし、2枚入れることによって絶対にね、取り逃したくない、要は失敗したくないシーンにおいて2枚一緒に記録しておいて、1個バックアップというか、1個保険で取っておくみたいな、仕事でもね、使えるような、そんなね、万能なね、カメラになっています。で、あとは 7C2 よりもね、グリップ分布が深かったりするし、あとはファインダーの位置がこっちは真ん中、7C2 は左肩にありますね。なので、よりね、まっすぐ、このセンサーが真ん中にあるので、まっすぐとしっかりとね、構えて写真や動画を撮ることができる。ここもね、大きな強みです。で、あとはね、これは結構僕の中では違うんですけど、ファインダーの大きさ、ここのね、中に入ってるファインダーのね、倍率っていうのがあって、ここの倍率が0.78 倍とか 0.8 倍とかいろいろとあるんですけど、7.4の方が明らかに大きいんですよ。で、解像度もこっちの方がいいんですね。なので 7C2 ファインダーはあるんですけど、ここの没入感は 7.4 の方が絶対にあります。だから、ファインダーをね、しっかり覗いてたくさんしたいなっていう方は、絶対7.4の方がね、満足度高くできると思います。ただ、重さとかで言うと、やっぱりこっちの方が分厚くね、ちょっと個体的にはね、かさばってしまうっていうのがあるので、そこら辺のね、使用用途は結構分かれてくるんじゃないかなと思います。とはいえ、今ね、フルサイズミラーレス買うなら、もうここの2つどっちか買っておけば、ほぼ間違いないんじゃないかなと思いますので、写真撮影ね、たくさん楽しみたいという方は、これがね、おすすめかなと思っております。で、ちなみにですね、僕、こういったね、写真撮影をね、撮った時に、ソニーのカメラってめちゃくちゃいい色が入ってるんですよ。クリエイティブルックっていうね、これが BeyondXR のね、機種の以降のもの、6400は入ってないんですけど、このクリエイティブルックっていうものを使えば、めちゃくちゃ一発でね、おしゃれな色味をね、撮影することができます。で、このクリエイティブルックってソニーがね、用意してるもので、それを編集時にも変更することができるんですよ。で、僕ね、このクリエイティブルックにね、最適化させたプリセットもね、実は作って皆さんに提供させていただいてます。これはですね、ソニーのね、カメラが持ってるクリエイティブルックをもう自動でね、編集時に自動選択をさせて、そのクリエイティブルックをもとに僕がね、美しいと感じた、いいなと思った色味を一発で再現できるようなね、そんなプリセットをなんと6種類もね、パックにしたものをちょっとね、皆さんに販売させていただいております。これね、ビフォーアフター見ていただくとね、明らかに違いがね、出てくるかと思うんですけれども、本当にね、一発でね、ただね、撮っただけではね、出てこない色味であったりとか、ちょっと個性のある、世界観のあるようなね、色味っていうものを存分にね、楽しんでいただくことができるようになっていて、やっぱりこういったカメラってめちゃくちゃ高いじゃないですか。で、そういったカメラをよりね、活かしていくためにはどうすればいいかっていうところから、僕結構いろいろと考えてね、長い間、この色味を研究して作ったものになってますので、ぜひね、興味の方は使ってみてください。で、あともう一個こだわりとしては、人の肌をね、補正する、これライトルームのプリセットになるんですけれども、スキン補正版をね、読み込んでいただくと、人の肌をね、一瞬でそのまま自動でね、綺麗にするというようなね、補正をかけることが人物を検出してできるようになっていますので、しかもこれをね、PC でも、パソコンでもスマホでもどちらで編集していただいてもできるようになっています。なのでね、ぜひね、こちら興味ある方は、ソニーのプリセットパック概要欄にね、リンク記載しておきますので、ぜひよかったらチェックしてみてください。はい、というわけでね、次は動画撮影向けやっていきましょう。今は写真向けにお勧めしましたが、次は動画向けですね。まず1つ目、じゃーん、こちらでございます。ソニーの ZV-E10M2 というカメラになっていますね。これはね、なかなかいいですよ。本当に僕も気に入ってるカメラのうちの一つです。これはね、APS-C センサーになりますので、フルサイズカメラではなく、より小型なね、カメラなので、その分ね、もう全体サイズも小さいじゃないですか。非常に使いやすくね、可愛いぐらいのね、ものになっています。ただ、こんな小さいのにグリップ感がすごくあるので、落としたりとかね、そういった心配はほとんどないんじゃないかなと思います。で、これバリアングルモニターになっておりまして、ここにね、マイクがあるんですよ。はい。なので、このマイクが拾う音が、まずね、めちゃくちゃ音声が綺麗だったりするので、そこもね、魅力のうちの一つですね。で、このカメラ、なんとですね、じゃじゃん。
はい、縦型の UI にも対応します。要はね、最近の縦型動画とかもね、このままの UI で撮れるという特徴があるので、横だけじゃなくて縦にもね、対応してるっていうのは、ソニーのカメラでもね、まだまだ多くはないんですよ。こういったことがね、できるようなカメラでもあります。で、あと嬉しいのが、美肌補正ですね。これも撮影時から人のね、肌のこう補正をすることができて、弱、中、強かな。で、3段階で、あとオンオフで選べたりするんですけど、こういったものもあるのがすごくやっぱ嬉しいところ。やっぱ Vlog カムといったところですよね。価格もね、13万円ぐらいと、非常に安めだと僕は思うんですけど、いかがでしょうか。で、僕がね、推しポイントとしては、4K 動画のスローモーションが撮れるというところ。普通のね、24フレームとか、当倍のものじゃなくても、4K でスローで、映像をね、綺麗に残すことができるっていうのと、あとは画像処理エンジンがね、Beyond XR なので、メニュー構成もね、こう最新版のメニューになっていて、これが Beyond XR のね、カメラのメニュー構成なんですけど、非常にね、使いやすいものになっていたりします。あとはね、S ログと呼ばれるね、ログ撮影をすることもできまして、実はね、今撮ってるのも S ログというね、撮影方法になっています。これを元の色味に戻すとこんな感じなんですが、そこからね、自分で好きなようにカラーグレーディングする。これがね、ログ撮影のメリットで、髪の毛っていうこうブリーチのようなものですよね。一回脱色をして、後から好きな色を入れるみたいなイメージですけどね。そういったことがこのカメラでもできるんですね。なので、この S ログ3というね、色で撮っておけば、後から柔軟にね、カラーグレーディングができるっていうような、そんなことまでね、できてしまうので、結構僕はね、この ZV-10-2 は見た目よりもかなりハイスペックだと思ってます。多分同じセンサーを搭載しているのがこの FX30 というカメラなんですよ。はい、このカメラですね。これはもう業務目的で使われるぐらいのいいカメラなんですけど、ほぼ多分これセンサー一緒なんですよね。で、その裏付けとなる根拠がもう一個ね、ちょっと出てきたのが、2025年末にですね、このカメラ 4K120fps に対応しました。はい、最初ね、出た時 4K60 までってなってたんですけど、なんでかね、このタイミングで120が解禁されたんですよ。4K60 フレームっていうのは、要は30コマ30コマで、例えば2倍スローにね、できたりするんですけど、さらにそれのもう半分にできたりするので、4倍スローとか5倍スローとかにね、できるこの 4K120 フレームという表現があるんですけど、これがね、できることになったんですよ。で、この FX30 もそのことができるので、やっぱり同じセンサーだと思うんですよね。それが13万円ぐらいで手に入るっていうのは、めちゃくちゃお得だと僕は正直思ってます。はい。なので、このスローモーションとこのログ撮影っていうのは本当にね、動画撮影っていうものをね、よりこうハイエンドにできるようなものになっています。で、ちなみにね、ログ撮影とかいや難しいよっていう方もいらっしゃると思うんですよ。そういった方はね、僕のラットパックのものを使ってみてください。これもソニーカメラ専用設計をしていまして、さっきのプリセット同様、こちら動画用のね、フィルターのようなものと思ってください。このね、ラットパックも6種類のね、ラットを用意していて、S-Log3 にね、当てていただくだけでもうこの世界観がね、一発で出ます。もちろんこの ZV-10M2 でもね、この色味が出ますし、実際のね、作例映像はね、α7C2 とか α7-4 のものとかもたくさんあるんですけれども、ソニーのカメラで S-Log3 で撮っておけば、僕のラットを使っていただくだけで、もうこの色味がね、一発で出てくると、めちゃくちゃ良くないですか？やっぱりね、この僕が専用設計したソニーカメラ専用に作ったね、このラットっていうのは非常にね、楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。で、一応このラットパックに入ってるね、ラットはスタンダードカラーにも対応させていますし、あとは死熱通信の子っていうね、そのログとスタンダードの間のようなものがあるんですけど、そういったものにも対応してる。なので合計18個のラットが入っています。特にね、やっぱ S-Log ってちょっと難しいかなと思う方は、スタンダードで撮っておいて、そこから僕がスタンダード用に作ったラットをね、使っていただければ、同じようにね、色の編集をできるし、で、ましてやさらにね、このラットをカメラの中に取り込むこともできちゃいます。なので、このカメラの中にラットを取り込んで、撮影時からそれをね、プレビューさせて見ることもできる。そんなね、オールインワンのラットパック、18個って言ったけど、本当は24個入っているので、カメラ用も合わせたらね、そんなね、ソニー専用設計したラットっていうのもあるので、動画をね、よりちょっと楽しんでみたいという方は、これもね、よかったら合わせてチェックしてみてください。ということで、次行きましょう。次がですね、これ結構意外んじゃないかな。はい、この子です。はい、FX2 ですね。じゃん。はい。これね、登場した時にすごい賛否を来てたんですよ。僕もね、E10-2、ZV-E10-2 のね、レビュー動画も出したし、このね、FX2 のレビュー動画も出しました。で、特にこの FX2 のレビュー動画結構やっぱ賛否を来たんですよね。やっぱ値段がめっちゃ高い上に、ちょっとスペックしょぼくないかみたいなことがあったんですけど、最近やっぱ僕らの中で FX2 の評価高くて、やっぱ使い込んで、なんやかんやこれ使いやすいわって、レビュー動画でね、言ったことに別に訂正したい部分が一切ないんですけど、結構好きなんですよ、僕ら。その理由をお話ししていきますね。まず FX2 って何かっていうと、これはね、フルサイズカメラになりますので、はい、フルサイズセンサーを搭載した、ソニーのシネマラインシリーズのうちの一つになります。で、このカメラ、簡単に言ったら、これ α7C2 がシネマラインになったと思ってください。もうこれがほぼ一緒。
緒です。中身ほぼ一緒ですね。だから α7-4 とも一緒なんですね。ただ7-4より1個いいのは AI プロセッシングユニットが入っていること。なのでオートフォーカス性能が非常にいいというねところが1個ねメリットとして挙げられたりします。で基本的にね作りは一緒でバリアングルモニターと SD カードが2枚 CF エクスプレスは1枚入るという構造だったりとか、あとはね手ブレ補正も5軸のね 5.5 段の補正が入っていたりとか、一応ファインダーもあってファインダーこんな感じで動かすことができる。なので動画ってこうやって上からね見て撮ったりすることもあるんですけど、こういったね、作りになっています。で何が違うかっていうと、やっぱりねこれ動画撮影向けになっているので、冷却ファンがねここについています。なのでこう熱停止がしにくかったりだとか、あとはね動画撮影時にタリーランプが点灯するので、こう今動画撮影してますよっていうのも一目でね分かるような作りになっていたりします。結構不満もあるんですよ。このモニターの解像度が104万ドットでめちゃくちゃ見にくかったりとか、あとはファインダーもね、正直 7C2 と同等なのでやっぱちっちゃいんですよね。なんかもうちょい価格にしては上げてほしいなっていうのはあるんですよ。あとは動画撮影もね 4K60p っていうね、結構制約はあるんですよ。この子の方が撮れますから 4K120 までいけて、この子 4K60 ですよ。でしかも 4K60p のねスローモーション撮るときは 1.5 倍のクロップが入るとっていうので、結構やっぱ制限があるんですよね。そこら辺はちょっとね厳しいところではあるんですが、じゃあなんでねこれがいいかっていうと、やっぱりね一人で撮るときにはすごくいいんです。どういうことってなると思うんですけど、一番ね感じたのが去年の秋にですねサンフランシスコの方に行ってたと思うんですけど、この Vlog ですね。これなんで行ったかっていうと、Apple の本社に呼んでいただいて iPhone 17シリーズのね、新製品発表会を見に行きましたと。でそこでもう完全にね一人で取材しに行って、一人で Vlog からいろんな製品のプロダクトの発表のローンチのね、そこのハンズオンの映像とかもね全てをね FX2 で撮ったんですね。でその時にやっぱめちゃくちゃいいなと思いました。というのもその時に使ったのがねこの 1635mm というね G マスターレンズだったんですが、これを使えば超広角で自撮りがまず 4K で、しかもこの 4K7K オーバーサンプリングというめちゃめちゃ高画質な 4K 映像が撮れるんですよ。普通の 4K よりも結構綺麗なんですね。まずこれが撮れるっていうのがめちゃくちゃいいなと思うし、ファインダーがあるので写真もねしっかりとプロダクトのものも撮りやすかったっていうのもあったりします。あとはインスタグラム用にこれね縦型サイズのメニューにね対応しているので、さっき紹介した ZV-10-2 と同じで縦の UI でインスタのリール用とかね撮ったりすることもできる。そういったところの使いやすさもありました。であとはね 4K60p っていうのはかえって都合が良くてですね、これ16から 35mm なので、このねレンズのミリ数っていうのが低ければ広角、16mm だったらワイドで、35mm が要はちょっとね狭くなるっていう感じで、35mm ってまだまだね狭いと思うんですけれども、ただね 4K60p の 1.5 倍っていうのをかけるっていうものと、あとはねこの FX2 っていうのは手ブレ補正がねアクティブ補正に加えてダイナミックアクティブっていうのも入ってるんですよ。ソニーのカメラはねアクティブ手ブレ補正っていうものが入ってるカメラ結構多くて、アクティブ補正っていうのはめちゃめちゃ効きがいいんですけど、それをさらに超えてダイナミックアクティブが入ってるんですね。でこのダイナミックアクティブって 1.4 倍ぐらいさらにクロップされるんですよ。ってなった時に 1.4 倍と 1.5 倍の 60p とさらにブリージング補正みたいないろいろ機能があるんですが、それらを掛け合わせるとですね 35mm のレンズのはずが 80mm とかも超えてくるんですよ。結構ズームすると。でも解像度が残ってるんですよね。やっぱり3300万画素あるので、ちょっとズームされていくにもそれ耐えれるぐらいの解像度があるということで、やっぱりプロダクトのね映像をしっかりと1本のレンズでこのカメラだけで撮ることができたので、結構ねやっぱこの用途がハマる人はいるんじゃないかなと思うので、僕はねこの FX2 をちょっとねプッシュさせていただきたいなと思いました。価格はですね35万円ぐらいするので正直高いですこれは。なんですけどでも非常にいいカメラだと思うので、興味の方はねぜひ店頭でチェックしてみてもらえたらと思います。というわけで動画向け最後のカメラいきましょう。それがじゃん、この子ですね。お兄ちゃん分の存在の FX3 になりますね。で最新モデルは FX3A になるんですよ。これ何が違うかっていうと、モニターがね綺麗になって、モニター解像度が良くなってアップデートされてます。だから今買えば 3A のものを買えるんですね。他にもね同梱されるバッテリーチャージャーがねデュアルタイプで一緒にね2つのバッテリーを充電できるようになったりとか、ちょっとしたね進化ポイントがあって、でこのねモニター解像度、こっちがね144万ドットなんですけど、新しいのが236万ドットで、これ結構違うんですよね。このモニター解像度、このねモニターのね解像度なんて違い分からんだろうって思うじゃないですか。全然違います。これ撮影時のねテンションまるで違うんですよ。FX3 は
かなり汚いです。はい。このね、FX2 も一緒で104、FX3 が144か。で、FX2 は104で、こっちの方がちょっと汚いかな。こういったところがちょっと違ってきます。で、この FX3 はですね、1200万画素、約1210万画素というところで、画素数が極端に少ないんですね。ただ、それによってですね、暗所の撮影が非常に綺麗なんですよ。ISO が12800まで上げたとしても、本当に綺麗なね、映像を撮ることができます。僕のね、この作品過去にね、出してるものとかを見てほしいんですけど、シンガポールとかのね、夜のシーンとかでも、この FX3 だけで撮っていたんですけど、もう本当に明らかにね、肉眼で見るよりも美しくてね、ちょっとミストフィルターをつければ幻想的なね、世界観を撮ることができて、マジでね、この FX3 っていうのはね、作品向けというか、安心のあるね、カメラというものになっています。で、もちろんね、Beyond XR の画像処理エンジンなので、色味もね、メニュー構成もすごく分かりやすいですし、あとはね、FX2 同様冷却ファンがあったり、タリーランプの搭載とか、やっぱり完全に動画向けのね、カメラになっています。FX2 との違いは、もうファインダーがありませんので、3はね、はい。2はこれでファインダーで見れるんですけど、3はないので、写真はほぼ撮れないというか、撮らない想定で使うのがいいかなと思います。ただ FX3 の方がいいところは、ここですね。デュアルスロットで SD も2枚入るし、CF エクスプレスというね、より速いものもさらに2枚入るというような形になっている。ここもめちゃくちゃいいところですね。で、何よりもすごくいいのは 4K120 フレームまで最大撮れるというところ。4K60p、こっちはね、1.5 倍クロップあるんだよっていう話したんですけど、そのクロップもないですし、120p でようやく 1.1 倍かな、あるぐらいなので、ほぼ気にならないと思います。それで4倍スローがフルサイズで、めちゃくちゃ綺麗な画質で撮れる。ここがね、やっぱこの FX3 がマジで超絶大人気な理由になっています。で、あとね、その1200万画素っていうのは、やっぱりね、どこか僕もね、好きになる理由があって、なんでかっていうと、3300万画素っていうのは、やっぱちょっと解像度が良すぎるんですね。今のね、撮影してるブラーノとかも5000万画素ぐらいあるんですよ。だから僕の髪の毛の1本とかもめちゃくちゃディティールがあると思うんですよ。FX3 ってそんなことはなくて、1200万画素なので、同じ 4K でもこっちの方がね、ちょっとふわっとしてるというか、そこまでバキバキじゃないんですよね。でも逆にそれが良くて、見えすぎない、肌とか服の粗さとかさ、ちょっと見えすぎないというところでも FX3 の絵っていうのは非常に僕は気に入ってるし、そういったところをね、評価してる人も多いんじゃないかなと思います。ただ、その画素数がないからこそ、後から拡大がしづらいっていうのがあったりするんです。やっぱりね、先ほど紹介してた FX2 っていうのは3300万画素もあるから、後からトリミングしてもそれなりに画素数が残ってる。そういった点では使いやすさがあったりするじゃないですか。っていうね、いろんな違いがあるので、ご自身のね、使用用途に対して選んでいただくのがいいかなと思います。なので僕はね、FX2 はもう何か作品を作るよりも何かを記録に残すもので、何か作品のようなものを作りたいときは僕はね FX3 をたくさんね選んでることが多いです。で、価格はね50万円ぐらいしてしまうんですけど、そのね価値はありますよ。業務であっても YouTube であっても、もうこのカメラが1個あれば本当に美しい映像が撮れるし、僕はねソニーさんとこの FX3 のね WebCM を作らせていただいたりとかで本当にお世話になりまくってるし、僕も2台ありますから FX3 は間違いなく今までで一番使ってるカメラで、 YouTube チーム全員でこの FX3 をね毎日使ってるようなそんなねカメラになっています。はい、ということでね、写真と動画向けそれぞれ紹介してきました。あとはもう1個ありますよね。写真も動画も撮りたい人どうすればいいのかっていうところですよね。そんな両方撮りたいんですけど、あります。ソニーさんうまいんですよ。そんな人たちに向けて作ってるんですね。なのでここからは写真と動画両方に向けたおすすめモデルをね紹介していきます。まずは α6700 ですね。はい、そう、APS-C カメラの要は最新モデルと言ったらいいのか、Beyond XR 最新のエンジンを搭載したソニー APS-C モデルの中での、ハイブリッド一番ねトップのモデルになりますね。これもね僕もちろん使用経験はあるんですけれども、ちょっと今手元にはないんですが、このカメラはねもう AR プロセッシングユニットも入っています。なのでもうオートフォーカスも非常にね高速に撮ることができますし、こっちのね FX30 と、ZV-E10-2 とセンサーほぼ多分一緒です。はい、なんですけどこの6700が多分一番詰まってるかな。やっぱり AR プロセッシングユニットが入ってるのは6700だけになるので、2400万画素の綺麗な写真はもちろんのこと、動画撮影も 4K120 フレームで撮影ができて、で AR プロセッシングユニットでもう間違いなく抑えることができる。注意点としては SD カードが1枚だけ入るっていうところと、あとはモニターとかの解像度がやっぱ103万ドットでやっぱあんま綺麗ではないっていうところ、ファインダーもすごく小さいっていうところかな。ただね、重量が 500g を切るし、あとは価格ですね、20万円ちょっとぐらいで買うことができて、でなんなら中古はもっと安いので、そういったところもおすすめできるようなね、そんなカメラになっています。次2つ目がですね、やっぱりこれですね。じゃん。最新の α7V ですね。もうこの子は本当にちょっとね感動しますよやっぱ使うと。7シリーズっていうのはスタンダードなんですけど、これスタンダードかと
いやちょっとこれハイブリッドというか、ちょっと1個上じゃねみたいな感じですごいねフル盛りのねスペックになっています。この1個前のね7-4から何が変わったかっていうと、一番大きなね進化ポイント、このモニターがねこうやってバリアングルモニターだったんですが、この7-5ちゃんはねなんとねこのモニターがじゃんバリアングルになるんですけど、これこのままねパパカッと開いちゃうんですよ。要はこれねチルトにもなるんですよね。カメラをこう引っ張って、でそっからさらにバリアングルもできる、これバリチルとか言ったりするんですけど、こういったモニターになってるんですよ。これめちゃくちゃ使いやすいんですよね。それでいてチルトにもなると。でチルトの良さっていうのは光軸がずれない、要はまっすぐ撮れる。バリアングルっていうのはこうやって開くとちょっとねモニターとねここのセンサーの位置が違うので若干ねズレが生じてしまう。こういったところがねもう全部対応できるっていうのがこのバリチルになってるんですね。これがマジでめちゃめちゃ違う。あとはね画像処理エンジンがこれは XR2 になっていますので、これがねもう最新の、処理エンジンというところで、色味もね改善されたり、あとはオートホワイトバランスもね AI オートホワイトバランスになったりとか、さらにね写真のダイナミックレンジが16ストップになったりとかね、結構もうバグってるスペックになっています。でしかも最大で 4K120 フレームの撮影が可能になりました。この場合は 1.5 倍クロップがあるんですが、ただ 7-4 とかでは 4K60p が 1.5 倍だったのもなくなったし、最大で 4K120p まで解禁されて本当にね使いやすいものになっています。であとモニターも210万ドットになったのでめちゃくちゃ見やすく綺麗になりましたね。はい、ちょっと大きくもなったしっていう感じですごくね使いやすいモデルに変わっています。で写真もね3300万画素をキープしたまま、部分積層っていうねちょっと難しいんやけど、センサーの読み出しがすごく速くなったんですね。なのでこう連写性能がめちゃくちゃ上がって、ちょっとねやってみるとこんな感じで、はい、連写がね秒間30コマ、1秒間に30コマまで撮れるんですよ。本当にもう写真も動画も万能にいけちゃうみたいな、そんなねカメラに生まれ変わりました。でそれでいて価格がね37万ぐらいなんですよ。これがね思ったより安くて、僕45万ぐらいいくかなと思ったんですけど、実売価格37万ということで非常にね買いやすくて、マジで本当に今買うならマジでいいと思います。ただ7-4でも十分な方は絶対おると思うんで、なんか4K120 も撮らへんよとか、そんな連写せえへんよとか、別にバリアングルだったらさ自撮りもできたり全然十分に柔軟性の高くね撮れるんで、ここはよく考えてほしいなんですけど、一応ねこの7-5っていうのはやや今までは写真向けだったかなっていうのが完全動画もね万能に撮れるっていうので、だいぶとね進化しているといった形になります。で先ほど紹介したねソニーのプリセットパックとラットパック、それをね組み合わせた、バンドルっていうものもね同時にね販売させていただいておりまして、こういったね写真と動画両方を楽しめる機種っていうのはこのプリセットとラットね両方とも楽しんでいただくことができると思います。このバンドルの方がねお得に購入することができるし、最近のカメラね本当に写真も動画も結構万能になってきているので、ぜひねこの機会にねこのバンドルを使っていただいて写真も動画も両方ともね一緒に楽しんでいただければなと思っております。ということで最後にですね、もう写真も動画も超絶万能に撮りたいよっていう方向けに1個あって、それがこの子です。はい、α1M2 ですね。これちょっとエンタメとして聞いてもらえたらいいかなと思います。これはソニーのね最新の、全ての技術を集約させたと言っても過言ではないソニーのフラッグシップ、今の一番のものがこれですよっていうね、証明のような機種になっています。はい、α1M2 もう価格もエグいです。先に言っておくともう90万円ぐらいしてしまいます。はい、なんですけどやっぱエグくて、画素数も5010万画素、Beyond XR を搭載、エアプロセッシングユニットももちろん入っています。でもちろんねこのカメラもブラックアウトフリーで、秒間ね30コマの連写だってもちろんできます。で 4K120 フレームも撮れるし、動画だったら 8K まで撮影することができます。でもちろんバリアングルチルトモニターなので、はい、全く撮影には影響がない、そんなカメラになっています。で僕がねやっぱいいなと思うのがこのファインダーですね。これね944万ドットの 0.9 倍のファインダーなんですよ。バカでかくてバカ綺麗なんですよねここの没入感結構別格で、今まで紹介してきたカメラよりはもう別物です。本当に綺麗。撮影してる時になんだこれはってなるぐらい本当にね没入感がある、そんなね、ボディデザインになっています。このねα1M2とかって左肩にもねドライブモードダイヤルっていうのがあって、ここで連写のね内容とかフォーカスモードを変えたりとか、そういったものをね決めれるようななっていたりとかで、やっぱりねプロフェッショナル向けに作られているようなねそんなカメラになっています。はい、ということでねざっとたくさん紹介してきましたがいかがだったでしょうか。ちょっとねところどころ早口ではあったかなと思うんですけれども、ちょっとねなるべくねこうギュギュッと紹介したいなと思ってご紹介させていただきました。でソニーのねカメラを買うにあたって絶対悩むものが一つあって、どこで買うべきか問題ですよね。これあるじゃないですか。ここもねちょっとお伝えしておくと、基本的にですねソニーストア価格っていうのは一番多分価格が高く設定されています。ストアに行っていただくと金額が見れるんですけど、例えばねこの
ソニーの α7V って40万ぐらいになってると思うんですね。ただね、このソニーのストアっていうのは公式ストアで、会員登録をすれば誰でも 10% オフで買うことができます。そこからさらに。なので、実売価格は37万円ぐらいだったと思うんですけど、ソニーストアにあるものっていうのは基本的にはそこから 10% オフにできる。ここをまず覚えてください。で、しかもそのソニーストアで買うと、保証期間がね、他の量販店に比べてちょっと長くなると。そういったところが、一番ね、いいところかなと思うので、ここもね、まず覚えておいていただければなと思います。で、もしね、皆さんが量販店で買いたいってなったら、僕がね、おすすめしたいのが2つあって、マップカメラかフジヤカメラさんですね。この2つのどっちかがすごく良くて、この2つ僕が好きな理由は、そもそもポイント還元を新品ではしないっていうか、ポイントでこうちょっと後から還元するんでみたいなのが一切ないんですよ。で、マップカメラとかフジヤカメラって中古品とかもね揃ってるので、レンズは中古にしようとか、そういうのと一緒に買ってもいいと思うし、僕はねこの、3つ、ソニーストア、マップカメラ、フジヤカメラ、あとカメラの北村も安いんじゃないかなとかで買うっていうのが一番ねおすすめしたい買い方かなと思います。で、あとね、ちなみにおすすめの中古モデルっていうのもねちょっと見ておくと、最近ねこのソニーの α7V が出たことによってこの前の機種と前の前の機種がねちょっと安くなってます。特に7-4ですね。この7-4が今中古で26万円前後ぐらいまで落ちてるので、新品からだいぶと結構安くなりつつあるかな。で、なんなら7-3というね、さらにもう1個前の機種があって、これは Beyond XR ではないんで、ちょっとめっちゃ 100% 気持ちよくお勧めできるかって言われたらそうではないんですが、ただ写真撮るぐらいだったらね全然綺麗に撮れますので、7-3とかでも中古だったらもう15万円切るぐらいでも見つかってきますので、7-3もいいと思います。この7-3がね今でも使えるかみたいな動画を去年ぐらいに出してるんですけど、これもね結構検討中の方にはね役に立つかと思うので、これもよかったら見てください。で、あとはね 7R5 ですね。これはねリゾリューション解像度の方のものになるんですけど、これね確か50万円ぐらいするカメラなんですけど、今中古で35万円前後ぐらいまで落ち着いてきています。で、これ何がいいかっていうと6100万画素でめっちゃ画質もあるし、であと Beyond XR の画像処理エンジンとエアプロセッシングユニットも入ってるし、あとバリチルなんですよね。モニターがね本当に使いやすいこの形の形状のもので、なおかつファインダーが 0.9 倍944万ドットで、モニターもめちゃくちゃ使いやすいっていうのと、で動画もね 8K 撮れたり 4K60 が撮れたりっていうので、めちゃくちゃいいカメラだと思います。これは35なんで、このトータルバランスで一番こう安く手に入るならこれがいい気もしますよね。今はね7-5があるんでこっちが推しではあるんですが、7R5 はより画素数が6000万画素まであるので、そこもね非常にいいところだと思います。で、あとはもうなんなら α1 初代っていうのもいいと思いますよ。結構ね α1-2 とほぼめっちゃ大きく変わるわけでもなく、5000万画素で 8K30p、4K120p が撮れるし、モニターだけねバリアングルチルトではないんで、ここは残念なんですけど、でもファインダーも944万ドットあって、で価格が50万円ぐらいを切ってき始めたので、α1 の中古っていうのも1個ありなんじゃないかなと思ったりはしております。で、あと逆にね、購入の前にちょっと注意が必要、ちょっとこれだけ覚えておいてっていう機種もいくつかあってですね、要は後継機が出るかもみたいな機種、2026年にこの年度内に出る可能性があるものでいうと α7S3 と FX3 の後継機ですよね。この FX3 は2021年に登場していて、7S3 は2020年なんですよ。なのでかれこれ5年なんですよね。次多分この子たちなんですよ、後継機出るなら。これがね多分今年中に出るんじゃないかなと思うんで、さすがにね、なのでちょっとこの辺がね可能性あるということを覚えておいてください。で、あとは6700の後継機。6700の後継機っていうか、この APS-C ラインっていうのが本当出てなくて最近は。なので新モデルか新しいのか、ちょっとこの辺もワンチャン出るかなみたいなところで、あとは 7C2 の 7C3 という後継機ですよね。これ多分ほぼ確実に出るんですよ。やっぱこの α7-5 が出たので、この中身で、C2 が出ても全然おかしくはない。今まではね 7-3 と 7C、 前は 7-4 と 7C2、 じゃあ 7-5 と 7C3 が出てもおかしくないよねっていうところになるので、これはね多分出ると思います。ただ2027年とかじゃないかな、早くても、今年は出ないと思いますね、個人的な予想っていう感じになりますかね。はい、ということでいかがだったでしょうか。ソニーのカメラ買うならどれ2026年最新版ということでお届けさせていただきました。結構ねやっぱ多くあるのですごく迷うと思います。なのでね、この後何回でも見返するようにね、いいねで保存とか役に立てば次ねチャンネル登録とかもしていただければなと思っております。で、あとは逆にね、もう今後買うぞと決めた方とか、もうすでに買ったよみたいな、でも見てるよっていう方、ぜひですねソニーのクリエイターズバンドル、僕がね、本当に頑張って作ったソニーカメラ専用設計したこれをねぜひ使ってみてください。わかりますね、僕もこんなにソニーのカメラ全部使い倒して、その中でこう頑張って色をね探して、この色いいなとようやくね
こう僕が作れた1個のね正解って言ったらあれやけれども、僕がこう本当にね自信を持っていいなと思えるカラーをね誰でも簡単に再現できるというね思想で作ったものになりますので、興味ある方はねこのソニーのクリエイターズバンドルプリセットとラット両方とも、ぜひねチェックしていただければなと思っております。ということで皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。ソニーのカメラたくさんねすでにレビュー動画が出ていますので、ぜひねこちらも概要欄に貼っておきますので、興味あるものをぜひよかったらチェックしてみてください。であとは何よりもねソニーストアに実際に足を運んで店頭で実機を触ってみる、これがねめちゃくちゃ一番大事だと思いますので、とはいえソニーのねスタッフさんに営業しまくられないように注意はしていただいて、ぜひねカメラライフを楽しんでいただければなと思っております。ということで皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。